マイナス420メートル、気温がどんどん上昇する。入りすぎると死の危険が。地球の国全部行く。一生に一度は死海で浮いてみたい。死海は中東イスラエルとヨルダンの両側にまたがる塩水湖です。海の塩分濃度が約 3% に対して死海の塩分濃度はなんと10倍の 33% です。死海に入ると体が勝手に浮いてしまうのですが、注意点がいろいろあります。私はイスラエル側とヨルダン側両方の死海に入りましたので、死海の正しい泳ぎ方について解説します。ではどうぞ。2012年4月、イスラエルの聖地、エルサレムにやってきました。嘆きの壁やキリストが十字架で貼り付けにされたところに立つ聖墳墓教会、預言者ムハンマドが天馬に乗って昇天した岩のドームなど、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3つの聖地で見どころがありすぎです。旧市街の中心、ペトラホテルという安宿のドミトリーに泊まりました。現地ツアーの張り紙には、死海をはじめ世界遺産のマサダ、エヴァンゲリオンにも登場する死海文書が発見されたクムランなど4カ所を巡る1日バスツアーが約7000円でした。朝7時出発、10人乗りぐらいのバンでエルサレムから南東に約 80km にある死海のビーチに向かいます。死海は標高マイナス420メートルのところにあり、陸地としては地球上で最も低い位置にあります。低い土地に川からの水が溜まり、出口がないので水分がどんどん蒸発していき、塩分が 33% にもなってしまったのです。山登りをすると気圧、気温が下がり空気が薄く感じますが、死海の場合はその逆です。車はどんどん坂を下っていき、暑くなっていきました。空気が熱いという言葉は死海に行く時にしか使わないでしょう。実際気圧が高く酸素濃度も濃いので体には良いそうです。ただし夏場は気温が45度ぐらいにもなります。車で1時間半、死海のビーチ、エンゲッティに到着。安全な死海の入浴のための注意事項が書かれていました。ダイブして飛び込まないこと。頭を海水に浸さないこと、他人に水をかけないこと、海水を飲まないこと、海水を飲み込んだ場合は救急隊員または救急医療者に助けを求めてください。実際少し飲んでみましたが、しょっぱいを通り越して苦い、めちゃくちゃ苦い。カドミウムが通常の海水の8000倍も含まれているそうです。これは飲んだら病院行きですね。あともう一つ重要なのは、1日30分以上視界に入らないことです。浸透圧により体内の水分が濃度の高い視界に出ていくので、長く入りすぎると脱水症状で最悪の場合死んでしまいます。30分過ぎるとすぐに体調を壊すわけではないですが、視界に入るときは30分を限度にしましょう。視界に入る前、美容と健康に良いという視界の泥を全身に塗ります。泥を塗り、乾いてから視界に入ります。水が汚く見えますが、ゴミなどではなく泥が溶けているためです。実際に視界に入ってみると簡単に浮きました。泳ぎが苦手な私でも簡単に浮きます。足を沈ませようと思ってもボヨーンと足が上がって浮いてしまいました。この感覚は体験したことがないですね。気持ちいいです。みんな視界に来たら必ずやるのが浮いた状態で本を読むということ。この状態でぜひ写真を撮ってみてください。横になっているといくら頑張っても沈めませんが、体を縦にするともちろん立つことはできます。体を横にした時の浮力が半端なかったです。塩分が非常に高いので視界に使っていると体全体がヒリヒリした感じでした。ショップでは視界の塩や泥が売られているのでお土産にぜひ。視界の北西エリコにあるレストランで遅めのランチ、ビュッフェなので取りすぎました。味はまあまあでしたね。イスラエルの地名は日本人の名前みたいで面白いですね。マサダ、エリコ、イスラエル北部のアッコーなど。ちなみにイスラエル語でありがとうはトダと言います。イスラエルの紙幣、お札は縦書きでびっくり。縦に書かれたお札を初めて見ました。イスラエル、独特で癖の強い国でした。さて1年後の2013年12月、今度はヨルダンにやってきました。ヨルダンといえば、なんといっても世界遺産、ペトラ遺跡です。映画、インディ・ジョーンズ最後の聖戦の舞台にもなったエルハズネ。崖を削り、岩をくり抜いて作り上げた高さ40メートル、
幅30メートルの霊廟は圧巻。キャンドルナイトも最高です。現地バスツアーもあるのですが、時間がないのでタクシーをチャーターしました。交渉次第ですが、1日5000円ぐらい。まずは死海近くのムカーウィルへ。ここは死海を見下ろす高台にあり、キリストに洗礼を授けた洗礼者ヨハネが首をはねられた場所です。見渡す限り砂漠のような山で絶景感が半端なかった。さてアンマンから南西に 50km、標高マイナス 420m の死海に下っていくと、トラックの荷台に乗っているのはなんとラクダです。馬、牛、豚などは見たことがありますが、車に乗っているラクダは初めて。ラクダ、でかいですね。かなりはみ出ていました。ラクダの表情、可愛らしいですね。お次は荷台に乗ったヨルダンの子供たち。弾ける笑顔が最高でした。さて、死海に到着しました。今回は奮発して、ホテルのプライベートビーチから死海に入りました。日帰り客は約5000円、ランチ付きです。手前がプール。奥が死海です。かなり贅沢ですね。プライベートビーチなので人が少なく海も綺麗です。まずは1本目、15分間死海に入りました。地球の歩き方を持ちながら優雅に浮いている感じです。いいですね。一度出て休憩してから今度は泥を塗って2本目15分です。これで合計30分。これ以上は脱水症状を起こすので死海に入ってはいけません。泥エステで顔はツルツル、死海の塩で全身もスベスベになりました。ホテルのランチはどの料理も最高。ラム肉のグリルもうまかった。たまには高級ホテル、いいですね。これで5000円は満足しました。最後に、モーセ終焉の地、ネボ山へ。景色も素晴らしかったのですが、近くの教会のモザイク画がたくさんあり、どれも素晴らしかったです。以上、一生に一度は死海で浮く、ヨルダンかイスラエルかどちらからでも行けるので、ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。